皆さんはこの写真を見て何を感じますか？幸せな親子の何気ない日常を切り取ったように見えます。しかし実はこの写真が撮影された直後、親子は悲劇に襲われてしまうんです。一見すると何でもないように見える写真たち、そこに映る目には見えない悲しい運命とは。写真の裏には誰もが想像し得ないストーリーが隠されていたんです。はいどうも、最近ねユニクロのエアリズムのマスクしてたら、カレー屋の隣のおばさんにユニクロのエアリズムのマスクしてる人初めて見たって陰口言われたケンちゃんです。どうも、やみみこです。さて今回はね、皆さん大好きなね、意味がわかると怖い写真シリーズなんですけど、今回は4枚紹介します。ね、やみちゃん、先ほどのね親子の写真なんですが、一体何がね起きたのかしらね。酔っ払ってるあんた。どう思う、やみちゃん。改めてなんかそういう話してるやつ見るとキモいわね。遡ること22年、1998年8月15日土曜日、北アイルランドにあるオマーという町でこの写真は撮影されたんです。オマーは歴史ある地方都市で、土曜日ということもあり、中心部の商店街では家族連れや買い物客でかなりの賑わいを見せていました。しかしこの日、家族の笑顔があふれるこの町は北アイルランド最大の悲劇に襲われてしまうんです。それがテロだったんです。実はこの日、対英テロ闘争を行ってきたアイルランドの武装組織 IRA が行ったテロ行為によって29名が死亡、約220名が負傷するという最悪の惨事が発生してしまったんです。そう、つまりこの写真はそんなテロ事件の直前の様子を切り取った写真なんです。250人近くの死傷者を出してしまったこの事件、そもそもなぜここまで多くの被害者を出してしまったのでしょうか。爆破からおよそ40分前となる午後2時半、マスコミ関係者にある電話がたびたび入り始めたんです。その電話の内容が爆破予告だったんです。しかしこの当時の北アイルランドでは紛争が起こっており、こういう電話があること自体は珍しいことではなかったんです。そしてこの時、マスコミなどに流れてきた爆弾の場所は法廷やメインストリートなど複数の情報提供者が異なる場所を伝えてきたんです。そんな情報をもとに一応警察は安全性が高いとされる商店街に市民を避難させることにしました。しかしこの警察の行動が北アイルランド最大の悲劇を引き起こしてしまった原因となったんです。そう、爆弾があった場所とは商店街だったんです。つまり警察は爆発物のある方へ住民を避難させてしまったんです。その結果、多くの被害者が出てしまい、この写真の親子も事件に巻き込まれてしまったんです。ではテロの前に撮られた写真の中でも、なぜこちらの写真が注目を集めたのでしょうか。実はこの写真の中に写っているんです。テロ組織が仕掛けた爆弾が、そしてその爆弾が爆発、親子に悲劇が訪れることになってしまったんです。では爆弾はどこに仕掛けられていたのでしょうか。それは車の中だったんです。そうなんですよ。この親子はね、赤い車にね爆弾が積んであるなんてね、もう何にも知らなくてね、その近くで立ってもう記念撮影なんてしちゃったりしちゃったんすよ。そんなん分かるわけないわよ。いやそりゃそうよ。続いての写真なんですが、この写真はねコロンビア出身のねある少女の写真なんです。そしてね、この写真のね少女の表情にはとあるメッセージが隠されているんです。世界中が注目した少女。こちらの水の中から何かを訴えかけるような少女の写真。この写真はどのような状況で何を伝えているものなのでしょうか。この写真は1985年11月、コロンビア中西部のアルメロという村で撮影されました。写真の少女の名はオマイラ・サンチェス。当時13歳の少女でした。オマイラが暮らすアルメロは3万人ほどが暮らす小さな村。村ではこの日、祭りが予定されており、他の町からも多くの人が集まるなど大きな賑わいを見せていたんです。しかしそんな幸せに包まれた町をある悲劇が襲うんです。この悲劇によりほとんどの家屋は倒壊、大量の土石流が人々を飲み込んでしまうんです。その結果、なんと村人の約4分の3もの人々が亡くなってしまうんです。そう、そんな幸せな瞬間を奪った悲劇とは火山噴火だったんです。町の近くにあるネバドレルルイス火山が突如として噴火。山頂の雪やラハールと呼ばれる土石流が 100km 以上離れたアルメロの町に直撃したんです。お前らも例外ではなく、流れてきた泥水や木材に足が挟まってしまい、顔と手だけが出た写真の状態となってしまったんです。この火山噴火は20世紀における噴火で2番目に大きな被害を出したもので、災害が起こってからすぐにこの町には多くの報道陣が訪れます。しかしお前らが救助されることもなく、災害発生から3日が経過してしまうんです。いやもうこれみんな視聴者さんみんな思ってると思うけどさ、これ報道陣
ってみんなで引き上げればよかったじゃん。まあまあそうなんですけど、結構ね世界中でもねそういう意見も出たりするんですけど、実はそうねことは簡単ではなくてね、そこにはね2つの要因がねあるんですよね。その理由の一つが救助隊の装備。被害はアルメロの街全体に広がっており、救助に迎える人員も少なく、最低限の装備で行うほかなかったんです。またお前らの足は瓦礫に挟まっていて、足を切断するしか方法がなかったのですが、専門家がいない状況下の中では実行できなかったんです。そして2つ目の理由が足場の悪さ。地表はラハールと言われる土石流のせいで沼地のようになっており、重機などの機械を投入できず、お前らの周りの土砂をかき出すことも困難だったんです。しかしながらお前らがここまで世界中の心を打ったことにはある理由があったんです。それはこんな状況下での彼女が貫いた行動。救出を待つ間、報道カメラに向かって笑顔で手を振ったり投げキスをしたり、さらに水の中にいるから顔を洗うのも簡単よと明るく気丈に振る舞っていたんです。いやいやいや、大変なのにそんな中ですごすぎないこの子。たださすがのお前らも水の中で過ごす時が経つにつれて次第に衰弱していくんです。瓦礫に捕まる体力もなくなり、低体温症などの症状が出る中、彼女が発したのは感謝の言葉だったんです。お前らは自らの死が近い状況にもかかわらず、ママ先に天国で待ってるね、ママ愛してる、今までありがとうと感謝を述べるんです。決して助けてと嘆くわけでもなく、悲しむだけでもなく、お前らは最後まで笑顔で家族や救助隊のことを気遣いながら亡くなったんです。いやもう13歳でそれができることにも驚きですよね。このネバド・デル・ルイス山噴火は2008年2月12日にユネスコによって正確な知識の不足と情報伝達の不備による世界最悪の人災による悲劇のワースト5の一つとしてこの噴火災害を認定したんです。少女のこの1枚の写真とともに世界中の人々の胸に強く刻まれることになったんです。このねお前らのね気丈な姿は世界中にも知られて、なんで教科書にも載るようになったんですよね。ちなみにね将来の夢が看護師さんだったんですよね。続いての写真なんですが、皆さんもね使ったことあると思うんですけど、Yahoo 知恵袋なんですよね。ユーザーがね質問を投稿して、別のユーザーがその質問に対して答えていくみたいなねサービスなんですけど、そこにね投稿されたねある質問がすごい物議を醸したんですよね。飼い犬の弔い方法。皆さんもご存知 Yahoo 知恵袋。自分ではわからないことがあった時に質問したら誰かが答えてくれる電子掲示板で、誰もが一度は目にしたことがあるサービスだと思います。今回紹介するのは約7年前の2013年6月12日の深夜に投稿されたこの質問。投稿者の質問内容を要約すると、飼っていた50キロぐらいの大型犬が急死してしまったため、火葬は悲しいので溶かして庭に撒きたい。そのため犬の死体を溶かすには水酸化カリウムが最適だと聞いたが、どうすれば手に入るのだろうかというものだったんです。これちょっと変わってるけど、愛犬思いの人ってだけじゃないの？そうね思うユーザーもいるんで、そういう人たちはね水酸化カリウムの、ね、入手経路とかね、教えていくんですけど、別の、ね、ユーザーたちからはね、あるね疑惑の声がね上がっていったんですよね。その投稿が、これ本当に犬ですかというもの。ざっと読んだだけでは飼っている大型犬が亡くなってしまったため供養したいというものだったんですが、実は最初の一文から不穏な空気が漂っていたんです。飼っていた大型犬が亡くなり、火葬も悲しいので溶かして庭に撒くことにしたいと思いました。どこがおかしいかね、皆さんどうですか、わかりますか？そもそもなぜ土葬や遺骨を撒くのではなく溶かさなければならないのでしょうか。確かにちょっと変だけど、そこまでじゃなくない？でもね怪しいのはねこれだけじゃなかったんですよ。そして2つ目の怪しい点が投稿者が言う事情。その事情とやらがちょっと変なんですよね。妻の親戚などが見つかる前に秘密裏に処理したいだとか、庭で燃やすと近隣の迷惑になるし諸事情により火葬業者にも頼めないだとか、実際にこのことに関する質問を指摘されても投稿者は一切回答をしなかったんです。さらに投稿後追加された補足には疑問を決定づけるある単語が入っていたんです。その単語が入っていた文章がこちら。水酸化カリウムがダメなら個人で内密に遺体を骨や紙も含めて完全処理できる方法を教えていただけたらと思います。どこかしら。考える人ならわかるわよね。キモ。その単語とは紙。
皆さんもお気づきの通り、犬の毛のことを神と呼ぶ人はいないですよね。しかも 50kg っていうサイズからも人間の女性を連想させてきて、もうめっちゃ怖い雰囲気出してるんですよね。これらの理由から回答者たちの間にある疑惑が広がったんです。その疑惑とは、ここで溶かそうとしているのは犬ではなく人なのではないかと。そう、ここで言っている犬の死体を溶かすというのは質問者の嘘で、何かしらの事情で人の死体を溶かそうとしているのではないかという疑惑が浮かんだんです。最終投稿から20時間後、質問者は次のようなコメントを投稿し、回答を締め切り、こう言い残したんです。詳しい説明をありがとうございます。溶かすのは諦めました。今日仕事から帰ってきたら虫がたかってきたので、考えるのも疲れましたし、不安は残りますが、アドバイス通り庭に埋めることにします。いえ、怖えわ。結局このまま真実が語られることもなく、この質問のページは削除されてしまい、謎は闇へと葬られてしまったんです。どうすかこれ、めっちゃ怖くないですか皆さん、なんか知恵袋とかね、やばい質問たまにありますけどね、はい、でもなんか私もいい男になら溶かされたいかな、私も。最後の写真は少女が描いた1枚の絵なんです。実はね、その絵にはね、少女からのね、あるメッセージが隠されているんです。少女の絵。この少し不気味な少女と黒板に描かれた謎の絵、一見ただの少女の落書きのようなんですが、実はこの絵を描いたことにはある意味があるというんです。この写真が発表されたのは1948年12月27日に刊行されたライフという雑誌。この少女の名前はテレスカ・アドウェントースカ。よし、噛まずに言えた。当時8歳ぐらいだと推測されています。撮影者はデビッド・シーモアという写真家なんです。この写真の題名はテレスカ・ドラズ・ホー・ホームというタイトルの通り、何を描いているのかというと、家なんです。そう、この黒板に描かれた絵は写真に写っている少女が描いた自宅なんです。この日、いつも通り学校に通っていたテレスカは授業で先生に家や家族を黒板に描くように指示され、この絵を描いたんです。8歳と思われるね、トレスカがね、家でね、まともにね、描くことができなかったんですけど、その答えはね、彼女の生い立ちにあったんですよね。テレスカの生い立ちは壮絶なものでした。彼女は1940年6月9日、ポーランドに生まれます。そして4歳の頃、ワルシャワを当時占領していたナチスドイツに対し武装蜂起を行うワルシャワ蜂起が起こったんです。その結果、ワルシャワはドイツ軍による徹底的な懲罰攻撃により壊滅状態。テレスカの家もその時崩壊してしまうんです。そしてその時、攻撃による破片が彼女の脳を傷つけました。これが肉体的にも精神的にも問題を抱えることになった一番の要因とも言われているんです。その後はトレスカは強制収容所でね、生活を強いられたりとかしてね、次第に精神をね、蝕まれていったんですよ、はい。当時、同じ特別学校で精神に問題を抱える子供たちにも同じ絵を描かせているんですが、テレスカほど問題を抱えている子供はいなかったというんです。その後、強制収容所から生き残って救出されるんですが、精神状態が改善することはなく、苦しみ続けた挙句、1954年には精神病棟に入院させられてしまうんです。そして1978年、別の患者から盗んだソーセージに喉を詰まらせ、誤って窒息死してしまうんです。こういった過酷な人生を過ごした結果、描いた自宅の絵がこれだったんです。写真は戦争がもたらす単純な被害だけではなく、その後の後遺症に苦しむ人に思いを馳せるべき写真となっているんです。つまり写真の絵は過酷な人生を送った少女が体験してきた恐怖やトラウマ、ホロコーストに関するものを表現している絵だったんです。4枚目の写真見るとね、人間の環境がいかにその人の人生に影響を与えるのかっていうのは分かりますよね。なんか僕もね、最近までシェアハウスしてたんですよ。男ね、7人で。で、結構楽しかったんですよ。熱い話とかね、夜ね、してたんですけど、ちょっと、一人暮らししたいなって、新規行ってね、環境変えようと思って、それこそね、環境じゃないですけど、面白い人に会って、おとぎ不動産っていう、インスタ見ると分かるんですけど、超イケイケのね、不動産屋さんがあって、女の子がめっちゃいて、男が1人いるんですけど、で、紹介してもらったんですよね、知り合いに。なんかめっちゃいい物件紹介してもらって、なんかその人めっちゃしつこいんですよ、物件探すの。いや、俺からしたらありがたいですよ。いろいろね、紹介してもらったんですけど、なんかその人やばくて、なんかマンション見ただけで壁の厚さとか分かるんですよ。投資できる。いや、違う、物件がめっちゃ好きなんですよ。なんか、なるほどね。なので皆さんもね、新規行ってね、環境を変えたいっていう人がいれば、ちょっと一歩踏み出してね、いろいろチャレンジしてみるっていうのは一個いいかもしれないですね。はい。